紀元前1世紀、フランスの大地、ガリア。ここに暮らす人々は、農耕と牧畜に生き、森や泉を聖なるものと崇めていました。しかし、その大地に新たな影が迫ります。地中海の覇者、ローマ。カエサル率いる軍団が、今、ガリアへと足を踏み入れたのです。突きつけられた問いはただ一つ。征服か、それとも抵抗か。その選択が、後のフランス史を大きく動かすことになります。フランスの歴史第2話、ガリアとローマの物語、フランス誕生の源流。さあご一緒にその源流をたどってみましょう。紀元前5世紀から1世紀、アルプス以北の広大な地域にケルト人が住んでいました。そのうち、現在のフランスに住んだ人々は、ローマからガリア人と呼ばれました。ガリア人の暮らす土地は肥沃で、豊かな森と川に囲まれ、小麦やブドウを育て、羊や牛を飼いならし、夜には炉の明かりを囲んで家族が集いました。自然はただの資源ではなく聖なる存在。森や泉、大樹には神秘の力が宿るとされ、人々は祈りを捧げます。人々を導いたのは祭司、ドルイド。知識人であり、裁判官であり、教育者でもありました。魂は死なず、輪廻する。この彼らの教えは、戦士たちに死を恐れぬ勇気を与えました。生活を守るため、共同体を守るためなら、鉄の剣を手にして堂々と戦場に立てたのです。その勇姿は遠く、地中海の国々まで響き渡ります。紀元前3世紀、現在のトルコ西部にあったペルガモン王国。そこへ侵入してきたのは、アルプスを越えて東方へ流れたガリアの部族でした。国王アッタロス一世は彼らを撃退し、勝利を記念して彼らの彫像を作らせます。それが後世に伝わる一連の彫刻群、瀕死のガリア人と自害するガリア人です。瀕死のガリア人には倒れ込む裸の戦士が刻まれています。首にはケルト戦士の象徴的な首飾りであるトルク。胸に深い傷を負いながらも痛みに耐え、最後まで毅然とした表情を見せています。自害するガリア人では、戦士が自らの首に剣を突き立てる瞬間が刻まれています。左手には妻の体。すでに彼女は命を落としてぐったりしています。敵の手に落ち、恥ずかしめを受けるくらいなら、妻を先に死なせ、自らも命を絶つ。その覚悟が表現されています。これらは本来青銅製の彫像としてペルガモンに建てられました。現存するのは2世紀のローマ時代に作られた大理石の複製です。勝者ペルガモン国王アッタロス一世が、これほどの勇姿を打ち破ったと誇示するために芸術家たちに作らせたものですが、結果としてガリア人の勇敢さを後世に伝えることになりました。ローマ人にとってガリアは常に恐怖の記憶でした。時は遡り、紀元前390年。ガリアの戦士たちはアルプスを越え、ローマを襲いました。町は炎に包まれ、人々は丘に逃げ込むしかありませんでした。ガリア人によるローマ略奪です。その時、ガリアの指導者、ブレンヌスが放ったとされる言葉、敗者に災いあれ。この一言は、ローマ民族の心に深い屈辱として刻まれました。以後ローマは
軍を徹底的に鍛え上げます。数々の戦争を通じて戦術と組織を磨き、古代最強と恐れられる軍団へと成長しました。さらに紀元前2世紀、マリウスの改革。無産市民も兵士となり、将軍からの給金や戦利品を糧に戦うようになります。こうして兵士及び軍団は国家ではなく将軍に直接忠誠を誓うようになっていきました。この新しい軍のあり方の中で頭角を現した人物、それがユリウス・カエサルです。雄弁で政治力に優れたカエサルは、富豪クラッスス、名将ポンペイウスと手を結び、三頭政治と呼ばれる同盟を築きました。しかし、クラッススは遠征先で戦死、ポンペイウスとは次第に対立を深めます。三頭政治はやがて崩壊し、カエサルは孤立します。孤立したカエサルに残された道は、ただ一つ、圧倒的な軍事的栄光を手にすること。その舞台に彼が選んだのは、かつてローマを焼いた民族が住む大地、ガリ。それはローマの名誉の回復であり、同時に彼自身の権力基盤を固める戦いでした。紀元前58年、カエサル軍はついにガリアへ進軍します。数十万の人々を巻き込んだとされる壮絶な戦い、ガリア戦争の幕が上がったのです。ローマ軍は次第にガリアを制圧していきました。しかし、ガリアの人々は決して屈しません。紀元前52年、アルベルニ族の若き首長、ベルキンゲトリクスが立ち上がります。彼は分裂しがちな部族社会をまとめ、初めてガリアの連合軍を作り上げたのです。彼らの戦術は大胆でした。自らの村や畑を焼き払い、敵に食料や補給を与えない。農地も家畜も犠牲にする非常の戦略でした。しかしそれは強大なローマ軍を飢えさせ、追い詰める唯一の手段でもありました。さらに、騎馬兵を駆使した機動戦。広大な平原でガリアの騎馬部隊はローマ軍を翻弄し、カエサルに苦戦を余儀なくさせる場面もありました。決戦の地はアレシアの丘。要塞に立てこもったウェルキンゲトリクスは数万の兵と共に徹底抗戦を選びます。そこでカエサルは驚くべき工事を命じました。二重の城壁。内側はアレシアを封鎖し、外側はガリアの救援軍を防ぐ。全長およそ 20km を超える巨大な防御線がわずか数週間で築かれたのです。やがて数十万と言われるガリアの救援軍が到着し、要塞の内と外から同時に襲いかかるガリア軍。ローマ軍は絶体絶命に陥りました。数十万が激突する壮絶な戦い。しかし、訓練と規律に勝るローマ軍が最後には混乱を制圧し、最後に勝利したのはローマでした。アレシアは孤立し、飢えと絶望の中、ベルキンゲトリクスは決断します。馬にまたがり、豪奢な鎧をまとって現れると、武器を投げ、カエサルの前にひざまずきました。このシーンをフランスの画家、リオネル・ロワイエが1899年に描いています。敗北でありながら、誇りを失わなかった姿。彼の名はガリアの英雄として永遠に記憶されることになりました。しかし、抵抗の終わりは滅亡を意味しませんでした。むしろここから
新しい文化の融合が始まったのです。ローマは征服地に都市を築きました。石造りの広場、浴場、劇場。ニームのメゾンカレはローマ神殿の姿を今に伝え、バソン・ラ・ロメールのローマ劇場は公衆娯楽や集会の場として栄えました。そしてアルルの円形闘技場は数万人を収容する壮大な競技空間として人々の熱狂を集めました。さらに水道橋が水を運び、舗装道路が大地を結びます。その象徴が世界遺産フォンデュガール水道橋。今なお残るその雄大な姿はローマの技術と都市文化の力強さを物語っています。芸術も変わりました。ローマのモザイク画やフレスコ画が属州ガリアの邸宅を彩りました。床や壁には神話の場面や幾何学的な枠組みが描かれます。また、ケルト的伝統を感じさせる動物モチーフや植物模様も見られ、古代ガリアの装飾様式とローマの美術が混じり合っていたことが伺えます。宗教も融合しました。ケルトの神々はローマの神々と結びつき、新しい姿で祀られました。パリを流れるセーヌ川の名前の由来にもなった女神セクアナはその一例です。言葉も変化します。ラテン語が広まり、やがてフランス語の母体となりました。こうしてガロ・ローマ文化が芽生えます。それはローマの合理性とガリアの精神が交わった、いわばフランス文化の原型でした。そして長らく平和な時代を迎えることになります。ガロ・ローマ文化の大地にもう一つの新しい流れが芽生えました。それがキリスト教です。2世紀後半、都市リヨンに小さな信徒の共同体が生まれたと考えられています。しかし、皇帝崇拝を拒否したキリスト教徒は反国家的とみなされ、迫害の対象となりました。177年、多くの信徒が円形闘技場で野獣に襲われ、火炙りに処されました。その中に一人の若き女性、ブランディム。拷問の中でも、私はキリスト者ですと繰り返し、殉教の象徴として語り継がれました。この迫害と殉教の様子を1636年、フランスの版画家、ジャック・カロが作品にしています。迫害は信仰を消し去ることはできず、その記憶は人々の心に深く刻まれ、静かに広がっていったのです。しかし、新しい信仰が芽生える一方で、ローマそのものは大きな危機に直面していました。3世紀、度重なる内乱、経済の混乱、外敵の侵入により、帝国の権威は大きく揺らぎます。その波は、属州ガリアにも及びました。ガリアの将軍、ポストゥムスが立ち上がり、ガリア、ブリタニア、さらにヒスパニアの一部を治め、ガリア帝国を築き上げたのです。その支配は約15年間続きました。もちろん、これはローマ本国から見れば反逆の政権。やがて、アウレリアヌス皇帝の軍によって制圧され、夢はついえました。しかし、この短い歴史は、ローマから独立したもう一つの帝国を夢見た試みとして記憶されました。征服か、それとも抵抗か。その答えは、融合でした。
ガリアとローマの文化は交わり、農村と都市の営みが一つとなっていきます。森を聖域としたケルトの祈りと、神殿を築いたローマの祭儀、そこに新しい信仰、キリスト教が芽吹きました。そして、ローマ帝国が崩れ去ろうとする中で、ガリアの地から次の時代が始まります。その中心となるのがフランク族。やがて登場する偉大な王シャルル・マーニュがキリスト教と王権を結びつけ、帝国へと広がる秩序を築いていきます。西洋の歴史を大きく動かした体感の瞬間、そして文化や信仰が芽吹き、ここから中世ヨーロッパの時代が始まります。次回、シャルル・マーニュ、フランク王国と中世ヨーロッパの始まり。フランスの物語はさらに壮大な章へと進みます。どうぞお楽しみに。次回の動画でお会いしましょう。